以上。一つ目、外国人はというか俺がとにかくうなずきがち。特に相手が何言ってんのかようわからんっていう時に、とりあえず「うん」って言ってこう首を縦に、今では俺そんなやらへんでけど、その特に初めて日本に来た時とか日本語を勉強し始めた時とかはそんなわかるけどそんなんわからん、ちょっと複雑やねんけど、会話の9割ぐらいはわかるけど、そのやっぱ残りの1割がめちゃくちゃ大事。なんなら多分その文章においていっちゃん大事やねんな。でみんな受験とかしてると思うから、その英文とかするときにとか解くときに We とか Is とか R とかっていうようなその簡単な単語を9割ぐらい分かっていたとしても、その1割の大事な単語 extravagant みたいな分からんかったら分からんよね。文章の意味、日常会話の9割ぐらい8、9割ぐらい分かっていた頃には、たまに分からんことが、あるんよ。その日常会話においても、日常会話って実はそんな簡単じゃないし、割と難しい時もあるから、話題によってはやねんけど、たまに分からんことがあるやん。その時の俺の本能的な反応というか、意識してやっていたわけじゃないねんけど、やっちゃってた反応はみたいな感じやねんな。そうやなは言わんでもなんかそうや適当に相づち言って相手に分かってる雰囲気を出すけどほんまは分かっていないみたいな。なんでそのまっすぐうなずきがちになるかっていうと、日本人って一回でもこれほんまに嫌やねん。これも俺多分おかしいと思ったことの動画に入れればよかったと思うんだけど、日本人ってほんまに外国人に対して容赦がなくて、外国人が日本人の前で一回でも日本語を間違えてしまうとか間違った日本語を使ったりするとか、ちょっとでも変な言葉遣いをするとか、明らかに間違った発音で話しかけたりするとかすると英語で話しかけたりするようになるとか、その、小学生のような話し方で話しかけたりするようになるとかが、多いんよな。俺も実にその、一人やねんけど、何が嫌やったかっていうと、で今言っている、俺がちょっと偽善者っぽいかもしれんし、それがどういうことなのか分かっている人は、ちょっとだけいると思うけどそのなんていう、俺がこう日本の大学に来てみんなと、単純に仲良くなりたいわけやん。で、俺がちょっとだけこう日本語を間違えたりとかしたことによって完全に外国人扱いとかしてきたりするってことは、まず俺をその普通の日本人の友達の参加に、置いているわけじゃなくて、この別の枠に置いているっていうことになるから、俺をなんていう普通の友達として見てくれていないことになるやん。でちょっと悲しいねんけど、そのやっぱ急に、日本語を間違えたりしてこう英語で話しかけたりするとか、そのちょっとなんていう稚拙なんかな、幼稚な日本語で話しかけられたりするとかってなると、そのやっぱ外国人枠に置かれているような気がしてきて、でその外国人枠に置かれた時点で、確かにその日本人は俺の顔を見て外国人やなってなんねんけど、その接し方とかによって俺を常に外国人として意識しているか仲間として意識しているのがやっぱ分かるんよ、その態度とかで。そういうのが、俺だけじゃないと思うけど、仲間というか普通の人として認めてもらいたくて、こう日本人に、一度もその弱さを見せたりとか、そのなんていう日本語が、どれほど下手なのかを見せてしまうと、ちょっとでも油断してしまうと、やっぱ違う扱い方を受けたりすることはあるからな。
まあそれが嫌やねんな。まあだからそのうんとかうなずくばっかりとかになりがちやと思う。でまあ日本人のほとんどはまあ優しさからこれをしていると思うねんけど、でそれをまあ優しさとして見てありがたいって言う人もまあいると思うねんけど、まあ特に俺とかはそんななんかみんなと違う存在として認められたいわけじゃないのになみたいな。でまあこの動画を作ってる時点で浮いてんねんけど、まあその日常生活とかにおいてそこまで浮きたいわけじゃないねんなって接してください。2つ目、他人の方言や、まあ、言葉遣いに、まあ、気づきがちやねんな。あと、まあ、小さなこととか小さな変化とかにも気づきがちやと思うし、自分がその日本人をまあ観察して気づいたことをめちゃくちゃすぐに覚えたりとかすぐに真似ることができたりするとかがまあ上手い人が割と多いと思う、外国人に。まあやから、まあ、知らんねんけど、まあ、もしかしたら言語習得がまあ得意な人は、まあ、真似ることがまあ上手い人がまあ多いのではないかなと俺は思う。と自慢っていうわけじゃないねんけど、まあ、俺は自分でもたまにびっくりすんねん、自分のその真似ることのうまさにで、まあどういうことかっていうと、言われたことをまあ別の場面で完璧に使えたりするとか、まあ、ちゃんとその意味が分かっていなかったとしてもこのタイミングでこのような表現がここで使われていたから俺もここで使えば正解やなみたいになって使って正解やったみたいなことが、まあ、割と多いし、まあ、今まで結構多かったから、多分割と日本語がまあできている外国人のほとんどは結構真似ることが上手い人が多い。で、まあ、それなんでかっていうと、まあ、さっき言ってたようにその日本人とかにちょっとでも弱さを見せるとやっぱなんかこいつは仲間じゃなくて外国人みたいになりがちやから、もう俺らはその直接日本人に聞くのではなく見て観察して自分で分からなあかんから、それをまあ常に日本人を真似るっていうのがまあ基本やな多分。まあ、知らんけど、まあ、普通に直接聞く人もいるやろうけど、そのガチで上手い人、俺よりよっぽど上手い人とかほんまに日本人と見分けがつかんとかっていう人はマジでできている人たちばっかりやと思う、正味。ここまでなんかその真似ているってなると、やっぱその日本語を話している俺がどれぐらい本物の俺なのかっていう、まあ、ことになんねんけど、これ正味俺の人生の悩みであって俺も分からへん今日本語で話している俺の性格とか、まあ、今ここでこの動画越し、まあ、画面越しで話している俺がどれほど本物の俺なのかも分からへん。なぜなら俺の今の性格とか今の日本語における表現とかが全部真似てきた表現やから多分何一つも俺の独自の表現じゃないと思う。まあ、逆にその人間誰しもがそうやねんな。俺が自分であることをまあ確認するための手段というかがないから、俺哲学好きやしそういうのを考えがちやねんな。3つ目、マントを取るためであったり言葉遣いを試すためであったり相手、まあ、もしくは自分の実力を試すためであったり、まあ何でもいいねんけどまあ半々これは正解であると分かっている質問とか正解が分かっている質問を、まあ、聞くことがあると思う。でもこれ俺だけじゃないと思うな。まあ俺は聞く、たまにこういうので、まあ他の外国人も多分聞くと思うねんけど、まあ、なんでこれを聞くかっていうと相手の反応とかが見れるから。まあ、さっき言ってたようなこの場面で、まあ、このタイミングでとかこの場面でこのような表現が使われていたから俺もここで使えば正解よなみたいな、ちょっとだけ異なった場面で使ってみるとかで、それが、まあ、別に意識してそうしているわけじゃないねんけど、なんかここで使えるよねみたいななって、で、まあ、相手の反応を見てこれ使えなかったとかこれ使えるんやで、まあ、基本的にはこれが正解なの分かってるから使えるんやとはならんねんけど、まあ、どうなるかっていうとこれはやっぱ相手に強い感情を持たせたりしているとか、まあ、これはまあさっき言ってた言葉と同じような刺激を与えていたわけじゃなさそうだみたいな
急にちょっとアニメの分析みたいなのしてるやつっぽくなってきたけど、でもまあ無意識にそのようなことをしている人は多いと思う。なんでかっていうと、やっぱ場を読むとかその反応を見て覚えるとか、空気を読むとかってやっぱ外国人の、命のようなもんやねんな。日本人と同じように16年間とか17年間とか18年間とか40年間とか、それは何歳でも構わんねんけど、日本人と同じように生まれてからずっとこの地にいるわけじゃないねんから、当たり前のように日本のその風習とか、日本人がどのように振る舞えばいいとか、日本人がどうすれば正解なのかとかは分かっていないわけなんよ。うまく日本人っぽく振り舞うためにはやっぱ真似ることも大事やし、でもやっぱその上にも場をというか空気を読むのがめちゃくちゃ大事なんよ。で俺とかは多分言っても信じてもらえねんけど、その外国人でやることをちょっとだけ主張したいからというか、ボケとかとしてあえてその空気を読んでいないようなボケとかをすんねん。そうやな、ここでそれ言うのはあんまりこいつ調子乗ってんなみたいになると思うねんけど、基本的には俺の日常生活において大体俺は空気を読んでる。めちゃくちゃ空気しか読んでない。なんなら観察しかしてない。ずっと見てんねん周りの人とか周りの人が互いにどのように話し合っているとか、どのように動いているとかずっと観察してんねん。それが、楽しいというか、俺せっかく日本に来たし自分の夢が叶っているようなもんやから、それは雰囲気を味わいたいわけないよ。その上にもやっぱ学習として大事なんよな。日本人を、見て、日本人が互いにどのように接し合っているのかを見て正しく理解するのが外国人の命にマジで外国人にとってほんまに重要なことやから、俺はずっと観察してるっていうか、空気を読んでいるちょっと最後に言いたいことあんねんけど、正味今日俺が言ったことは、全部いろいろ言ってそうで、ほんまは何も言っていない。でなんでかっていうと、人間やったら多分誰しもがやっていることやと思う。場を読むとか観察するとか真似ることとか。でもやっぱ外国人は多分その普通の人がやっていることとか行動とか考えていることとかをより過剰に意識してやっていると思う。あくまでこれは俺一人の意見だけやし、他の人は俺の友達とかと話した限り割とみんなやってると思うけど、結論というか俺が言いたいことは以上。信じられへん。いけ。おいナイスや。